はいどうも、こんにちは、こんばんは、しばです。今回は PS5 の初期設定のやり方について解説します。実際に PS5 を購入したのはいいけど、一人で設定を行うのは不安という人向けにこの動画を作成しています。ベースというスタンドの取り付け方法や各ケーブルの接続方法、PS4 からの引き継ぎ、電源の切り方といった初心者向けの情報を解説しているので、動画の最後まで確認していってください。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。それではまず最初に PS5 を箱や梱包から取り出したら、ベースという名前のスタンドを取り付けていきたいと思います。実際に PS5 を見てみると、スタンドなしでも使えるんじゃないかと思ってしまいそうですが、ベースがあることでより一層安定性が増しますし、PS5 の排熱を効率よく排出するためにも使用することが推奨されているので、横置きだろうが縦置きだろうが、ベースは必ず取り付けるようにしてください。まずは横置きする場合のやり方についてですが、ベースの天面と底面を反対方向に回転させてカチッと音がするまで回したら、フックがこの位置にあることを確認してください。次に各接続端子がある面を上にしたら、側面に丸×三角四角のマークがついているので、両端の四角の位置にフックが来るように合わせたら、ベースをしっかりと押し込んでください。もしもこのように隙間が空いているとベースが外れてしまうので、隙間がなくなるまでしっかりと押し込むようにしてください。あとはベースが下になるように設置すれば PS5 を横置きすることができます。次に縦置きする場合のやり方についてですが、まずはベースの天面と底面を反対方向に回転させてカチッと音がするまで回したら、フックがこの位置にあることを確認してください。あと裏面を確認してみると、このようにネジが入っているので、これを取り出しておいてください。ただこのネジが結構取り出しにくくなっているので、頑張って取り出すようにしてください。次に各接続端子がある面を上にして PS5 の側面に当たる部分を確認してみると、ネジ穴キャップがあるので、これを取り外してください。こちらもちょっと取り外しにくくなっているので、頑張って取り外すようにしてください。取り外したネジ穴キャップはなくさないようにベース側面に取り付けておきましょう。次にベースをこのように引っ掛けますが、しっかりと引っかかるわけではないので注意してください。その代わり先ほどのネジをベースに取り付けて固定を行うので、まずは手で仮締めを行ってください。その後にマイナスドライバーやコインなどを使用して増し締めを行いましょう。あとはベースが下になるように設置すれば、このように縦置きすることが可能です。次に PS5 に各ケーブルを接続していきます。まずは付属で HDMI ケーブルがついてくるので、片方は PS5 に接続し、もう片方はモニターやテレビに接続してください。次に有線でインターネットに接続したい場合は LAN ケーブルを PS5 に接続し、もう片方はルーターに接続しますが、 LAN ケーブルは付属でついてこないので自分で準備するようにしてください。ちなみに今回は無線接続を行いますが、その場合は LAN ケーブルは必要ないので準備する必要はありません。あともしかするとインターネット環境がない人もいるかもしれないですが、パッケージ版のディスクを挿入して遊ぶのであれば、インターネットに接続しなくても遊ぶことが可能となっています。しかし対戦や協力プレイなどのオンラインプレイをしたかったり、ダウンロード版のソフトをダウンロードしたり、ソフトの更新データや追加コンテンツのダウンロードをするなど、このようなことを行いたいのであればインターネットの接続が必要になるので、できれば初期設定の段階でインターネット接続の設定をやっておくのがおすすめです。ちなみに後からインターネット接続することも可能ですし、今後やり方を解説した動画を投稿する予定なので、後から設定したい人は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。接続方法に戻りますが、次は付属で電源コードがついてきているので PS5 の方に接続した後に反対側をコンセントに接続してください。次に電源ボタンを1回カチッと押して PS5 の電源を入れてください。次にテレビやモニターの電源を入れて入力を HDMI に切り替えると、このような画面が表示されます。そしたら付属の USB ケーブルの Type-A 端子を PS5 に接続し、反対側の Type-C 端子をコントローラーに接続してください。できたら PS ボタンを押してコントローラーの電源を入れましょう。ここからはモニターやテレビに映った画面を見ながら初期設定を行っていきますが、まずは言語を選択する画面が表示されるので日本語を選択してください。ちなみに PS4 では丸ボタンが決定でしたが、 PS5 から×ボタンが決定に変更されています。初期設定中はボタンを変更することができないので、この点には注意しながら設定を行ってほしいのですが、初期設定が終わったらボタン変更をすることができるようになっています。
詳しいやり方や注意点に関して解説した動画を今後作成する予定なので、投稿された場合は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。次に音声読み上げの設定画面が表示されるので、音声で設定方法を解説してほしいのであれば、続けるを選択してください。もしも音声読み上げが不要というのであれば、音声読み上げをオフにするを選択してください。次にインターネット接続の設定画面が表示されます。もしもネット環境がない人は、後でを選択して次の設定に進んでください。自分は無線接続を行いたいので、今回は無線接続のやり方を解説しますが、まずは自分の家で使用しているルーターの SSID を確認して選択してください。ちなみに SSID はルーターの側面などにこのように記載されていることが多くなっています。ただ 2.4GHz と 5GHz の2種類から選べるようになっている場合があるので、どっちを選んだらいいのかわからないという人もいるのではないでしょうか。2.4GHz の方は周波数が低いので電波が遠方まで届きやすく、壁や床などの障害物にも強いので、離れた部屋で使用する場合でも電波を届けることが可能となっています。ただ電子レンジや冷蔵庫といった他の機器も使用する周波数帯となっているので、ルーターの近くに電子レンジなどがあるとお互いの電波が干渉し合い、 Wi-Fi の電波が弱まってしまって通信が不安定になったり、最悪の場合は切断されてしまう可能性もあります。それに比べて 5GHz の方は Wi-Fi 専用の電波となっているので、他の家電が出す電波と干渉することなく、比較的に安定した通信環境で使用することが可能なので、基本的にはこちらを選んで設定するのがおすすめです。しかし壁などの障害物があると電波が弱まってしまうので、ルーターの近くに障害物を置かないようにするのはもちろん、家の中で電波が届きやすい場所を探してルーターを設置するようにしてください。どちらの SSID を使用するのかはあなたの使用環境によるので、状況に合わせて好きな方を選択してください。SSID を選択できたらパスワードを入力する画面が表示されますが、ルーターの側面に記載されている暗号化キーがパスワードになるので、このようにパスワードを入力して OK を選択してください。すると接続中の画面が表示されるので、しばらく待ちます。無事に接続できると、今度は表示エリアの調整画面が表示されますが、方向キーの上下を押すことで調整できるので、四隅の丸が欠けて表示されていないことや黒い枠が表示されていないことを確認して OK を選択してください。次に HDR 対応のモニターやテレビを使用している場合は HDR 調整の画面が表示されるので、方向キーの上下でマークがわずかに見える状態に調整した後に次へを選択してください。次に2回目の調整画面が表示されるので、同じように調整したら次へを選択してください。次に3回目の調整画面が表示されるので、同じように調整したら OK を選択してください。次に通常版を使用している場合はゲームディスクを挿入してすぐにプレイできるようにインストールが行える画面が表示されます。もしも PS5 のゲームディスクがあってすぐにゲームをプレイしたいのであれば、挿入してインストールしておくのがおすすめです。ただ PS4 でプレイしていたゲームをやりたいのであれば、この後解説する PS4 からの引き継ぎを行うことでゲームデータをまとめてインストールすることができるので、ゲームディスクを挿入しないで続けるを選択してもらって構いません。ちなみにディスクを挿入する向きとしては、横置きの場合はディスクのラベルが上を向くようにして挿入してください。縦置きの場合はディスクのラベルが左を向くように挿入してください。ディスクを挿入したり、ディスクを挿入しないで続けるを選択したら、レストモード中の電源オプションが設定できる画面が表示されます。ちなみにレストモードというのは PS4 でいうところのスリープモードのことで、このレストモード中に利用する機能を快適か省電力かカスタムの3つから選べるようになっています。詳しい説明が記載されているので、実際の画面を見ながら確認してほしいのですが、どれがいいのかわからないのであれば快適を選択しておけば問題ないので、選択できたら OK を選択してください。次にシステムソフトウェア使用許諾契約の画面が表示されるので、内容を確認して問題ないのであれば同意するにチェックを入れて確定を選択してください。次にシステムソフトウェアをアップデートする画面が表示されるので、続けるを選択してください。次にこのような画面が表示されるので、アップデートを選択してください。するとアップデートファイルのダウンロードが始まり、 PS5 の再起動が行われてインストールが行われるので、終わるまで待ちましょう。アップデートファイルのインストールが終わるとこのような画面が表示されるので、コントローラーの PS ボタンを押してください。次にコントローラーのデバイスソフトウェアのアップデート画面が表示されるので、今すぐアップデートを選択してください。すると更新が始まるので終わるまで待ちましょう。
次に PSN アカウントのサインイン画面が表示されるので、すでにアカウントを持っているのであれば手動でサインインするか QR コードからサインインするようにしてください。もしも PSN アカウントを持っていないという人はアカウントを作成を選択して画面の指示に従ってアカウントを作成してみてください。次にプライバシー設定の画面が表示されますが、幅広くいろんな人と遊ぶ、チームプレイを楽しむ、フレンドとだけ遊ぶ、一人で集中して遊ぶ、現在の設定を確認という5つの選択肢が表示されます。今回新しく PSN アカウントを作成した人は各項目の説明を確認して設定してほしいのですが、現在の設定を確認を選択するとより細かい設定内容を確認できますし、 PS4 を使用していた時の設定を確認することができるので、個人的にはこちらを選択するのがおすすめです。実際に選択するとプライバシー設定の各項目が表示されるので、 PS4 の時と同じ設定にできるのはもちろん、新しく好きなように設定し直すことができるので、設定できたら適用を選択してください。もしもこの設定を見てもよくわからないという人は、一つ前の画面に戻って他の選択肢から設定するのがおすすめです。次にデータ収集に関する画面が表示され、送信されるデータの種類を選ぶようになっています。どちらを選択しても PS5 を使用する上で影響はないので、内容をよく確認してどちらかを選択してください。次にアカウント保護という画面が表示されますが、内容を確認できたら OK を選択してください。次に2段階認証の画面が表示されますが、 SMS か認証アプリを使用してより一層セキュリティを強化できるようになっているので、できるのであればやっておくのがおすすめです。ちなみに自分は SMS の方で実際にやってみたんですが、このようなエラーが出てしまって2段階認証をすることができませんでした。認証アプリの方も同じだったので、自分のようにエラーが出てしまう場合は後でを選択してください。次にメディアアプリのダウンロード画面が表示されるので、興味があるアプリがあるのならチェックを入れてダウンロードを選択してみてください。自分の場合は PS5 では使用しないアプリばかりだったので後でを選択しました。次に PS4 からデータ移行する画面が表示されるので、データ移行を行いたい人は続けるを選択してください。自分は PS4 を使用していたので、データ移行のやり方も解説していこうと思います。次にこのような画面が表示されますが、 PS4 の電源が入っていて PS4 と PS5 が同じネットワークに接続されていることを確認してください。確認できたら続けるを選択します。しばらくするとこのような画面が表示されるので、 PS4 の電源ボタンを1秒以上ピッと音がするまで押し続けてください。しばらくするとこのような画面が表示されるので、データ転送するユーザーにチェックを入れて次へを選択します。次に転送するデータを選択する画面が表示されるので、必要なデータにチェックを入れて次へを選択してください。次に転送するゲームとアプリを選択する画面が表示されるので、 PS5 でもプレイしたいゲームやアプリにチェックを入れて次へを選択してください。すると確認画面が表示されるので、問題ないのであれば転送を開始を選択しましょう。すると PS4 の再起動が行われた後にユーザーデータとセーブデータの転送が始まるので、終わるまで待ちます。ユーザーデータとセーブデータの転送が終わると PS5 が再起動してこのような画面が表示されるので、コントローラーの PS ボタンを押してください。すると PS5 のホーム画面が表示されます。これで初期設定は以上になるので、画面内のいろいろな機能を確認してみたり、ゲームを実際にプレイしてみてください。ちなみにバックグラウンドで PS4 のゲームやアプリの転送が行われているので、これが終わるまでは PS5 や PS4 の電源を切ったり、ネットワーク接続を切断や変更したり、ネットワーク接続診断を実行しないようにしてください。初期設定が終わり PS4 からのゲームやアプリの転送が終わったら、電源の切り方やスリープ、再起動など必ず知っておきたい電源関連の情報を確認しておきましょう。やり方は非常に簡単で、コントローラーの PS ボタンを1回押すと画面下にメニュー画面が表示されるので、一番右にある電源を選択してください。するとレストモードにするか電源を切るか再起動するかを選択できるようになっているので、状況に合わせて選択するようにしてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PS5 の使い方やゲーム実況に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、ギアティクスというサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。
説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。